お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日は大福茶をご紹介します。大福茶とは京都でお正月に飲まれる特別なお茶です。見た目が全然違ってですね、お茶の中に梅干しと結び昆布が入っています。そのお茶をお正月、年が明けて一番初めに汲んだ水を沸かし、その水で大福茶を入れて飲むことで、その1年間無病息災を願うという、そういうお茶になります。で、この大福茶、歴史はとても古くてですね、平安時代中頃、当時疫病が世の中に蔓延して多くの人が亡くなっていった時、時の天皇村上天皇が空也上人というお坊さんに何とかしてほしいと言ったところ、空也上人がまず観音様を作らせて、そして自らは町に出て病人を解放する。でその中で大福茶、お茶の中に梅干しと結び昆布が入ったものですねを薬と薬として飲ませたということから、徐々に疫病が減っていったということで、その後も天皇が愛したお茶ということで今まで伝わってきているということなんですね。でもちろんそのお茶を飲むことだけで疫病がなくなっていったっていうわけではなく、空也上人は井戸を掘ったり、新しい井戸、水源をどんどん新しいものに変えていったり、あとは亡くなった方を火葬することによってその街中の環境、空気環境を良くしていく、そういったこともやっていったっていうことから、徐々に環境が良くなっていって疫病が減っていったということだと思うんですけども、何はともあれその大福茶を飲むことで徐々に世の中っていうのは良くなっていったっていうことから、今では京都の人はお正月に飲むということなんですね。でその空也上人が作った京都の六波羅蜜寺では、お正月三が日では大福茶を飲むことができます。で漢字は大福茶っていうのは、お茶屋さんでは大きな福のお茶って書くんですが、六波羅蜜寺では天皇の、飲む福するお茶と書いて大福茶と言っております。ただ中身、見た目は一緒です。さあ、この大福茶、お茶っていろんなお茶を入れてるんですね。煎茶はもとよりほうじ茶、玉露、玄米茶、お茶屋さんによってそれぞれベースとなるお茶っていうのは変わりますが、そこに梅干しと結び昆布が入っているっていうのは一緒なんです。で今回は玉露と煎茶とほうじ茶、この3つのお茶で大福茶を作って飲み比べてみようと思います。では早速入れていきましょう。まずは玉露、
は煎茶ですね。さあまずは今日これ。できました。それぞれ見た目がね違いますね。では玉露の大福茶からいただきます。玉露特有のうまみがあって、さらに昆布のうまみも混ざって、うまみがほんとすごいですね。パンチあるお茶です。続いて煎茶の大福茶飲みます。これは煎茶のキリッとした切れ味がすごくね、目をシャキッと覚ましてくれる、そういう味わいです。飲み進めるにつれて梅干しの酸味っていうのが感じられて、これは面白い味わいですね。続いてほうじ茶の大福茶飲みます。ふわっと口の中に広がるほうじ茶の香り、ほっこりしますね。お湯の温度も一番高い温度で入れたので、すごく体中が温まって美味しいです。梅干しの味や昆布の味っていうのはそんなにしませんが、これは体が温まりますね。実際大福茶の楽しみっていうのはお茶だけじゃなくて、この昆布や梅干しを食べるっていうのもすごくいいんですよね。それでは昆布をいただきます。ビローンと伸びてますね。昆布自体にそんなすごい味がついてるっていうわけではないので、至って想像通りの昆布の味ですね。で、梅干し。酸っぱ。酸っぱ。なんか口の中がこの酸っぱさでキリッと現れた感じがします。実際私も数年前六波羅蜜寺で
大福茶を飲んできました。六原蜜寺の大福茶っていうのはとっても熱くてですね、でお茶の味っていうのはあまり濃くなかったです。どちらかというとお湯に近い味わいでしたね。でそれが外で飲む、寒い外で飲む時に体をすごく温まって、で梅干しの味と昆布の味、それが全てミックスされてとっても美味しかったっていうのを覚えています。なので大福茶の入れ方としては、あまり濃く入れるっていうよりかは薄めで出して、そして熱くして出して、外の寒いところで飲む。そうするとその平安時代中頃の人々のその心境に近づけるんじゃないのかっていうふうに個人的には思います。まあどういうお茶であってもですね、美味しくいただけますので、ぜひ皆さん大福茶お正月に飲んでみてください。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。